ここのランチ高いけど誰が払うの？彼が払うかしら。義母の頭の中には自分で払うという選択肢はなかったのだ。私はキャロル。普段はオーストラリア人の旦那とオーストラリアに住んでいる。私たちが住んでいるマンションには大手レストランチェーンの CEO も住んでいる。特にアジア店舗の責任者なので、日本、中国、タイなどいつも忙しく出張している。その時偶然にも彼と同時期に日本行きとなった。じゃあ現地で落ち合おうという流れになったけど、とにかく多忙な人ゆえなかなか連絡が取れない。そんな話をそれとなく電話で義母に話した旦那。それを聞くとすかさず、じゃあ食事券とかもらえるんじゃない？スピーカー越しに聞いていた私は一瞬何のことを言っているのかわからなかった。オーストラリアで使える食事券ね。そしたら私とお父さんも一緒に行けるじゃない。でも会えるかわからないし。旦那がそう答えると、残念そうにため息をついて義母が言った。はあ、それじゃ意味がないわね。意味がないってどういうこと？義母の頭の中は損得しかないのだということをその時再確認した。義母はドケチであるが、日本の節約タイプというよりも、いかにして他の人にお金を出させるかというタイプ。あれは旦那の誕生日でキャンベラの義理の妹の家に行った時のこと。まだ東京に住んでいた私たち夫婦は、東京からキャンベラに行くのに直行便がないから、まず東京からシドニーに飛び、トランジットでキャンベラに行く予定だった。キャンベラで義両親とも合流し、旦那のバースデーが終わったら私たち2人だけでシドニーに滞在し、その後は私だけ先に東京に帰り、旦那は義両親とシドニーで合流して車でゴールドコーストへ行くことになっていた。しかしシドニーで私と旦那が滞在するワンベッドルームのコンドミニアムにまたしても義両親が転がり込もうとしたので、私だけ予定より先に帰ることにしたのだ。いつもただ飯やただ宿を目的に私と旦那が滞在するホテルやコンドミニアムに一緒に泊まろうとしてくる義母。しかし義母のケチぶりはそれにとどまらなかった。私が帰った後、シドニーに住んでいる旦那の友達が彼の車で義両親と旦那に街を案内してくれることになった。数時間にわたり案内してくれた後、ランチを食べようとレストランへ向かった。しかしそこはシドニー。物価がめちゃくちゃ高い。ちなみにその彼、住んでいる家の他に投資している家が3軒ある。それを知っている義母は入ったレストランで旦那に耳打ちをした。ここのランチ高いけど誰が払うの？彼が払うかしら。クリス、あなた友達なんだから聞いてみなさいよ。散々車にガソリン代まで出してもらって、街案内もしてもらったのに、そんなこと聞けるわけないだろ？旦那がそう言い返すと、次の瞬間、義母が信じられないことを言った。じゃああなたが払う？義母の頭の中には自分で払うという選択肢はないのだ。そういえば初めて義母に会った時もそうだった。誰でも一度は通る道、相手の親への紹介。今でこそドケチでずるい義母の性格はよく知っているが、旦那が初めて母親に紹介すると言った時は正直ドキドキした。はっきりと言うタイプだけどフレンドリーだから。と聞いていたので、どんなお母さんなんだろうと頭の中はいろんな想像で膨らんだ。
それはちょうど義母が旦那に会いに日本に来ていた時のこと。第一印象が大事だ。そんなことを考えていた私は、プレゼントを用意しておいた。義母に対する第一印象は、綺麗で明るい人。今考えると、外面がいいというか、演技派女優といったところだろうか。レストランに着くと、矢継ぎ早に質問された。今まで何人の人と付き合ったことがあるの？タバコは吸う？吸ったことはある？あなたのご両親とクリスを天秤にかけたら、クリスを取る？親と縁を切ってでもクリスについてオーストラリアに来れる？まるで面接のようだった。しかし、プレゼントを渡すと、かなり喜び、後で旦那に、あの子はいい子だ、と言っていたそうだ。賄賂が効いたのだ。そしてレジで支払いになった時、私と旦那はほぼ同時に財布を取り出した。ここは僕が払うから。いいえ、自分の分くらいは払うから。そんな会話がしばらく続いた。こういう時、店長の母親もしくは父親がすかさず、これで足りるかしらとか言って案件をさりげなく出すものではないのだろうか。その時義母は旦那の背後に隠れて黙っていた。まるで忍者のように影になった。その時は初めて会う緊張で頭がいっぱいだったけど、2回目に別のレストランで食事をした時も同じ態度の義母に疑問を感じ始めたのだった。これぞ必殺ゴリラの沈黙。なんでもっと早く気がつかなかったんだろうと後悔しても後の祭り。結婚してからは会うたびにゴリラの要求やケチぶりがエスカレートしていくのだった。それだけではない。義母は嫉妬心の塊のような人。とにかく自分が一番でないと気に食わない義母。そんな義母の嫉妬心はエスカレートし、最終的には私の方が義母より若いということにまで嫉妬するようになってしまった。その話はまた改めて。